もプラトンです。今回は仕事ができない人の特徴についてお話していこうと思うので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。では早速始めていきましょう。誠実さに欠ける。僕は色々な動画でお話しさせていただいてます。人は感情で生きております。どんなに論理思考の方でも、やはり感情というものがあるので、自分が不快だと感じることに反応し、楽しいと思うことにも反応します。なので、人は仕事においても感情が影響します。ここでお話しできることは、誠実さが欠けることによって、仕事ができても使えないレッテルが貼られてしまいます。それはなぜか、誠実さが必要という知識がないからこそ、仕事ができるようになると、だんだん傲慢になっていきます。そうなると、傲慢になった人は、他の人に対して強い当たりをします。ですが、人類がここまで大きくなったのは、コミュニケーション能力があったからこそ大きくなったんです。仕事ができるから、作業が早いからという理由だけでコミュニケーションを怠ってしまうと、仕事がどんなにできようがコミュニケーションが取れない時点で使いにくい、そして働きにくいという状況になってしまいます。なので、まず一つ目、誠実さを大切にしてください。そして、誠実さがあれば仕事ができなくても成功します。それぐらい誠実さが大切だと僕は思います。なので、ここでお話しできることは、仕事ができるできない関係なく、誠実さがあれば仕事をやっていくことができます。仕事が見つからない、仕事をやっていけない人は、もしかしたら自分の心に傲慢さがあるかもしれません。それを一度見直すだけで、新しい発見ができるんじゃないかと僕は思います。では次の話に行きましょう。メモをしない。仕事で働いている人全員に質問をさせていただきます。メモをする人としない人、どちらの方が仕事できると思いますか？そして、なぜメモを取らなければならないのか。これをしっかり考えなければならなくて、メモをしなくても大丈夫だよって思う方がいるかもしれませんが、メモをしない人とメモをする人では、覚えられる量が全然違うので、メモをする人の方が早くできるようになります。僕がここで大事なことをお伝えします。メモをすることが重要なのではなく、メモをしている姿を見せることが重要なんです。ここを勘違いしている人が多いのではないかなと僕は思います。確かにメモをしなくても仕事を覚えられるかもしれないし、記憶力のいい人はもちろんメモをしないで早く仕事を覚えられるかもしれない。だけど、メモをする姿、そしてしない姿で仕事を教えている側にどういう印象を与えるのかを今一度考えてください。そうすると、メモをした方が好印象を持たれます。メモを取るという姿を見せること。これは先ほど話した誠実さと繋がってきます。仕事をやる上でメモを取らない人の方が圧倒的に多いです。もうほとんどメモを取りません。なんだったら、なんでメモを取らないんだっていう話をしたとしても、メモを取らないんです。それぐらい人はメモを取るのをめんどくさがります。だからこそ、ここでメモを取ると、上司、そして部下からも尊敬されます。上司がメモを取ってたら、だからこそ上に上がれたんじゃないかと見せることができます。それが大切だと僕は思うんです。さらにメモを取ることによって覚えやすくなるので、もし記憶力がなくても仕事をメモをしないよりは早く覚えられると思います。それくらい大切なことなので、今一度メモを取る習慣をつけた方がいいと思います。今回は仕事ができない人の特徴とお話していますので、自分が仕事できないと感じている方がこの動画を見ている可能性が大きいと思います。なので、仕事ができない原因というのは、一緒に働いている人への向き合い方、そして仕事のやり方、そして誠実さでだいぶ変わることをこの動画で学んでいただけると嬉しいかなと思います。続いて3つ目。今回この3つ目が唯一仕事に対して大きい部分かなと僕は思うので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。では早速やっていきましょう。重要なことを理解する。僕が仕事をやってきた上で、本当に重要なことを理解してない人の方が多いなと感じることがありました。今回、例を出させていただくんですけど、YouTube でお話しましょう。YouTube には色々な動画が上がっています。そして僕は解説、そして話をすることが多いと思うんです。なので、YouTube の動画を撮る上で一番大切なことは話すことが大切だと思います。特に一番最初の挨拶。これがとても大切だと僕は思います。こちらも色々な動画で話してますが、メラビアンの法則というものがあります。人は見た目と声のトーン、
そして仕草で決まります。ですが僕は姿を見せているわけではないので、声のトーンで皆様に印象をつけなければなりません。なので僕は一番最初の挨拶をとても意識してやっております。ここを意識しないでやるとどうなってしまうのか、ちょっと例で挙げていこうかなと思います。まずはいつものご挨拶をさせていただきます。どうもプラトンです。今回は仕事ができない人の特徴についてお話ししていくので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。では早速始めていきましょうっていうこのテンションを僕はいつも使ってるんですが、これが例えば一番最初に、動画が始まります。動画始まった時に無言で始まって、その後に、プラトンです。今回は、仕事ができない人の特徴っていう感じで話すと、まず A が多いとか、声のトーンが小さいとか、本当に色々なダメな要素が出てくると思います。それぐらい最初の挨拶でインパクトを与えています、僕は。話し方っていうのはこれぐらい重要なんですよね。僕の YouTube は話すことに意識を置いております。これが僕の動画では必要なことですよね。ですが、この僕の話をおろそかにして、さっきのという状態が多くて、声も小さい、ハキハキしないという状態で話すとします。どんなに編集技術があっても、音声をカットしても、動画を綺麗に映し出しても、全テロップ入れても、僕の話し方がさっきのダメな状態で話したら、きっと見ていただけないと僕は思っています。僕の YouTube でお話しできることは、話すことが重要なので、話すことに意識を向けなければならないと思っております。別の例をお話しさせていただきます。接客業のお話をさせていただくと、接客業と言われているので、一番大切にしなければならないこと。それは、接客なんです。いらっしゃいませという挨拶。ありがとうございましたと元気よく言葉にすることが大切だと思います。ですが、よくそういうお仕事で勘違いしている方がいるのは、倉庫の整理をしている方がいるとします。倉庫を一番綺麗にできる人が接客をしたら、ものすごくひどい態度だったとします。皆さんはどちらが必要だと思いますか？元気な接客をできる人と倉庫をきれいにできる人。これは接客業という観点から見たら、接客ができる人を評価しなければなりません。ですが、よく勘違いしてしまうのは、倉庫をきれいにするのは俺が一番だと。だから、俺が一番仕事をできるという勘違いをしてしまう方がいるんですよね。そうすると、誠実さもなくなって、傲慢な人になっていくんですよ。ですが先ほどもお話ししました。接客業なのに接客はできないんですよ。接客はできなくて、倉庫の整理は一番できる。でも接客はできない。だから仕事で見たら、できる人ではないんですよ。何が言いたいかっていうと、倉庫の整理って重要ではないんですよ。確かに仕事の一部かもしれませんが、重要なことではない。接客業で重要なことは接客です。だからこそ、この重要さが理解できないと、仕事ができないのに、誠実さがない人が出来上がったりしてしまうんですよね。そして僕が仕事をした上で感じたのは、ほとんどの人が仕事をできると思い込んでいる人だと思っております。いろいろな方と働いてきましたが、仕事が本当にできるという人は、100人いて1人のレベルだと僕は感じます。それくらい、この3つのことをできてない人が多いなと思います。誠実さに欠ける人、メモをしない人、メモする人逆にあまり見ないですよね。本当に。なので、絶対メモを取ったら評価上がるので、やってみてください。そして、重要なことを理解する。自分の働いてることは何が大切で、何が大切じゃないのかを理解すると、どこに力を入れて、どこは手を抜いていいのかがわかるんです。先ほど話した YouTube の話であれば、もちろん話も大切なんですけど、僕は全テロップでやって、動画を貼り付けて、しっかり音声のカットもして、BGM も入れて、効果音も入れて出しています。ですが、このクオリティですら、今の YouTube ではまだまだ足りない部分があると思ってます。だからこそ僕は話で人を引きつけられるような人間にならなければならないと感じています。なので僕はトークに意識をものすごく割いております。そしてさっきの接客ですね。接客業。であれば接客が大切で、倉庫の整理は二の次です。後回しにしていいぐらいのことなので、そこを勘違いすると、仕事ができないのに傲慢な人が出来上がるという最悪な状態ができます。なので、仕事ができない人の特徴というのをお話しさせていただきましたが、最悪、誠実さがあればどうにかなると思ってます。誠実さがあれば仕事はやっていけるので、誠意を持って仕事に向き合ってください。そうすれば仕事ができなくても成功する道が開けると思います。はい、今回はこの辺で終わりにしようと思います。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。